결국 일본 후쿠시마 원전 오염수 방류가 시작됐습니다. 서울 도심에서는 일본의 후쿠시마 방사능 오염수 방류를 규탄하기 위한 대규모 집회가 열리고 있습니다. 今ソウル駅来ました。今から測ってみます。信じられなくてもう一回やってみたんですけれども、今 0. まで上がったんです。福島駅あたりで測ったのが 0.07 から8行ったり来たりしたんですね。それの倍っていうことですね。一番ここが数値が高かったんですけれども、果たして大丈夫だったんでしょうか、彼ら。はい、ここ明洞はですね、福島の町より高いっていうことです。低いんじゃなくて高いっていうことです。ありません。ありません。はい、皆さんこんばんは。韓国男子 TV です。最近私は福島に行ってきました。ニュースでは何度も見てきた福島ですが、実際に福島に行ってきた私としては、福島は本当に人生一度ぐらいは必ず行くべきだと思います。日本だけではなくて全世界で一番綺麗な電車もありましたし、とっても美味しくて新鮮な魚と他の国とは次元が違う米の甘みまで本当に良かったので、来年に家族を連れてもう一度訪れたくて、今計画を立てているほどです。しかしですね、正直に言いますと、今も韓国では福島に対する間違った情報によって不安に思っている人々がたくさんいるということが現実です。私としてはどうしたら正しい情報を伝えることができるのか、もしたくさんの韓国人が住んでいるソウルの放射の数値が分かれば、福島に対するイメージが変わるんじゃないかと、このように思って今回の動画ではですね、福島とソウル、そして原発があるウォルソンという地域に行って、放射能の数値を測って比べてみたいと思っています。多分今まで私が作った動画を見てくださった方ならわかると思いますが、私は福島に対する偏見はありません。ただ自分で確かめて経験で学んでいこうみたいな性格なので、このような計画を立てました。何が真実なのか、真実に気がつくと、偏見から始まった不安と揉め事が消えるのではないかと、このような私の趣旨を理解していただくと本当にありがたいです。はい。では今から放射能の数値を測定するために買ったエステ株式会社のエアカウンター S ご説明いたします。韓国のネットサイトで検索したら、ほとんどの放射能測定器はメイドインチャイナでした。メイドインチャイナ。皆さんはどう思いますか？信頼できますでしょうか？できねえだろう。それで日本のサイトから検索をして、やっと日本産の測定器を買うことができました。しかし、韓国まで運送はできなかったので、私が予約した福島のホテルに送りました。軽くて使いやすいし、とってもわかりやすかったので、さすが日本産だなと、そう思いました。中にはですね、このような説明書も一緒に入っていたんですけれども、ただスイッチをオンにして、35秒間待ったら数値が出ます。ランプの光が消えたら確定値が出ます。ランプが消える前に出た数値もほぼ確定値と同じで、確定値が出た後からも状況によって数値がちょっと変わることもあります。はい。ではこの日本産の測定器で測ってみます。はい。皆さん今福島駅到着しました。ここで測ってみます。皆さん見ましたか？これが福島の放射能数値です。ですからここまで安全ということですね。
はい。皆さんもご覧の通りですね。この会津若松城も 0.05 です。実は私ちょっと福島の食べ物も食べたし水も飲んだんですね。けれどちょっとやっぱ海外では誤解しているから福島って安全だと宣伝したかったんですね。それでこれを買ってきたんです。これ放射能を測定する機械なんですけれども、あちこちでやったら本当に綺麗だったんですね。ちょっとこれをちょっとみんなに数値的に見てもらいたいですね。ここまで安全だよと。福島の方が見る前でやるのも申し訳なくて一応。全然構わないですよ。いや、ちょっと失礼します。なんか申し訳ない気分。もう本当に来てよかったから、来てくださいと言いたくて、本当に失礼します。すいません。はい、今から測定します。これからは、私も二度と日本で測定しないです。本当に福島が安全ということを皆さんに見ていただきたい。数値で。それで私の気持ちはそうではないけれど、これを見て不愉快になる方々もいらっしゃるかもしれないです。それに対して本当に申し訳ございません。けれども、この福島の綺麗なこの自然と美味しい食べ物、こうやって数値でちょっと見ていただきたいです。もうすでに 0.05 まで下がったんです。これが福島会津の放射能の数値です。0.05。本番はこれからですよ。이 역은 타는 곳과 전동차 사이가 넓습니다. 마모나크 서울駅오늘도 ソウル到着しました。果たしてどうでしょうか。はい、皆さん、今ソウル駅来ました。今から測ってみます。皆さんこれ見えますか？ 0.18 です。福島の約3倍ですね。もう一個上がった。0.19。ここソウルですよ。後ろ見えますよね。0.2。ちょっともうちょっとあれが見えるところに行きますね。ここがソウルっていうことが私にはもう信じられないレベルですね。0.18 もあそこの3倍です。はい。ここはソウル駅なんですけれども、0.18。もう一回やってみますね。信じられない。故障ではないですよね、これ。これはショックだ。もう、福島は近くに原発がありますよね。ソウルは原発もないです。近くに。いやー、これ2回目なんですけれども、0.23？ はい、本当にショックでも2回も測ってみたんですけれども、それでもこれぐらいですね。0.19。잠깐만, 뭐 이상한데 이거? 잠깐만, 뭐 이상해 이거. 말이 안 되는데 이게.もう信じられなくて、もう一回やってみたんですけれども、今、0.24 まで上がったんです。0.24 だったら、私が福島駅の近くにある東洋公園で測った時と、あとその福島駅あたりで測ったのが 0.07 から8行ったり来たりしたんですね。それの、もう 0.25 まで上がった。それの3倍っていうことですね。
いや、たまに日本の視聴者の方々が私の YouTube チャンネルにですね、韓国の方もかなり日本より高いからちゃんと測ってみてねと。いや、それ本当かなと半信半疑だったんですけれども、今回ここに来て測ってもうこれは確実ですね。確実です。잠깐만, 나 머리 아프다. 머리 아파. 진짜 이게 말이 안 되잖아. 何が問題でしょうかね。近くに原発もないんです。なんか放射能が出てきそうなものがないのに、0.24? 大丈夫？福島の3倍、4倍なのになんで人が死なない？はい。皆さんご覧の通りですね。ソウル駅で測ってみました。じゃあ、他のソウルはどうなのか、日本の方々がよく行くところとか、それともソウルのシンボルになりそうなところ、今ちょっとショック受けて日本語がおかしくなったんですけれど、それはもうすいません。行ってみますね。他の地域、他の場所へ、地域じゃなくて他のソウルへ。もうマジショックこれ。そんなに興奮しないでください。よし。もう手が震える。ショック受けて。大丈夫？韓国。ちょっとその前に地下鉄はじゃあ大丈夫？はい、確定値が出たんですけれども、ここソウル駅の地下鉄は 0.10 ですから、福島の街より 0.03 高いっていうことです。低いんじゃなくて、韓国のソウル駅が福島の街より 0.03 高いっていうことです。ソウル駅が。ショック。ショックショック。はい、ここはですね、韓国に旅行に来たことがある方なら、みんな1回ぐらいは来たことのあるソウルのシチョンです。ここもソウルのレンドマークだと言えるんですけれども、ここはどうなのか測ってみます。はい、皆さん、シチョン駅はですね、0.18 です。0.16 から 0.18 行ったり来たり今しているんですけれども、0.19 まで上がったんですね。大体これぐらいなんですけれども、それでも福島の2倍以上ですね。いやー、もうこの機械ってここが韓国なのか日本なのかわからないじゃないですか。なのにそれでもこうやって数値が出るっていうことは信頼できると思うんですね。わー、かなり高くて驚いたんですけれども、では次の場所行ってみますね。これは本当に驚きです。私もソウルのすぐ隣に住んでいるんですけれども、もう見てもちょっと信じられない。今まで私たちがこれほど高い数値のところで住んでいたっていうことはもう今ショックですね。もう見ても目を疑うほど本当にここに1000万人が住んでいるということですね。じゃあもうちょっといろんな結果を調べるために他の場所にも行ってみます。今放射能も問題ですけれども、さらに問題はですね、これです。今このカメラには綺麗に空が映っているかもしれないんですけれども、実は今日ですね、国から注意警報が出たんです。 PM2.5 がひどかったんです。普段より3倍も PM2.5 がひどいので、もうできれば外に出かけないでくださいと国が放送までしたんです。ですから放射能も問題ですけれども、こういった日本ではあんまり心配しなくてもいいこの PM2.5 も韓国ではかなり問題になっているんです。はい、ここはですね、朝鮮の歴代王たちが600年間住んでいた王宮です。果たしてここはどれぐらいの放射能の数値が出るんでしょうか。ここも測ってみます。
はい、確定値が出たんですけれども 0.12 です。今 0.12 から0.14 まで行ったり来たりしているんです。じゃあ中まで入ってみて、本当に朝鮮の王たちが座ってた椅子、その近くをちょっと測ってみたいですね。いやー、一体どれだけ大丈夫かなと。今この数値見たら、果たしていつもドラマで見たその椅子、王様が座っているその椅子あたりはどれだけなのかちょっと気になって行ってみます。そろそろ急がなきゃ。営業時間がほぼ終わりみたいですね。日本だけかなと思ったんですけれども、韓国もこういった文化財は営業時間が早いですね。おー、手が寒い。안녕하세요. 네, 어른 한 명이요.歴代の朝鮮の王様たちの健康が心配になって代金300円払って今行きます。じゃん。王様、私が行きますよ。王様の健康診断やるため今民の力士走っていますよ。はい、到着しました。歴代の朝鮮の王はこの中でいろんな政治をやったんですけれども、果たしてここは大丈夫かな、測ってみます。せーの。今皆さんが見ている席から、朝鮮の王がいろんな政治をやったんですね。ドラマで見た方々いらっしゃるかもしれないんですけれども、今測っているんですけれども、このなかなか数値が減らないですね。はい、確定値が出たんですけれども 0.21、 これぐらいですね。一番ここは数値が高かったんですけれども、いや果たして朝鮮の王たちはどうだったかなと、ちょっと彼らに対する研究も必要じゃないでしょうか。これぐらいだったら高いですね、数値が。皆さん覚えていますか？何ヶ月前までもここでですね、福島水産物に対して反対デモをここでやったんですけれども、日本の核排水、日本おめえらが飲めよ。果たして彼らがデモしたこの現場は大丈夫でしょうか？測ってみますね。はい、福島は危ないと反対デモまでしたここは福島より高い 0.13 です。一体彼らはここで何をやったんでしょうか？いや夜になったらちょっと減ったんでしょうか？さっきより数値が若干減ったような気がしますね。いやそれでも福島の2倍ですよ、2倍。もし彼らがこの動画を見たら一体何と思うんでしょうか？本当にぜひ見ていただきたいです。はい、食べましたはい、ここ明洞はですね 0.19 です。ですから福島の3倍ということですね。はい、チョンゲチョンに来ました。ここは果たしてどうでしょうか？すごく見られるんだ。十分怪しく見えるのかな。はい、確定値 0.16 です。いや確かに夜になったからかな、ちょっと昼よりは低いですね。多分時間によっても違うとは思いますし、季節によっても違うと思いますけれども、今この季節この時間にはですね 0.15 ぐらいです。今日本当にあちこち行ったり来たりしながら測ってみたんですけれども、驚きの結果ですね。なんか十分やっているのが 怪しく見えるらしいですね。 怪しく見えるのかな。はい、ここ明洞はですね、0.19 です。ですから福島の3倍ということですね。多分時間によっても違うと思いますし、季節によっても違うと思いますけれども、今この季節この時間にはですね 0.15 ぐらいです。今日本当にあちこち行ったり来たりしながら測ってみたんですけれども、驚きの結果ですね。なんか十分やっているのが怪しく見えるらしいですね。
はい。皆さんいかがでしたか？いやー、動画をご覧になってわかると思いますけれども、私の予想よりはるかに高いソウルの放射の数値を見て、あまりにも驚いて言葉もあんまり出てこなくなったし、手が震えて首に痙攣まで起きました。いやー、なぜここまで日本と韓国は違うのだろうか。疑問になって家に帰って調べてみますと、韓国は中国とともに比較的に放射能の数値が高い国家だそうです。その理由はですね、放射能の数値が高い花崗岩がたくさんあるからだそうです。なので、ほとんどの韓国の地域は日本より高いし、福島よりも高い数値が出るのです。しかしですね、福島よりも高いソウルの放射能の数値は正常範囲の中に入るので、何の問題もありません。それを考えたらですね、福島は一体どれだけ安全ということなんでしょうか？これが今日私がこの動画で皆さんに伝えたい一番重要な言葉です。今回東北旅行は初めてだったんですけれども、飛行機が着陸した途端にこのようなメッセージが届きました。福島周辺は旅行警報3段階なので旅行をキャンセルしてください。これからはこのようなメッセージこそキャンセルしてください。この放射能に関してはソウルも安全ですが、ソウルより福島がもっと安全です。間違った情報で国民たちの不安を扇動する先進国はありません。ありません。たまに私が作った動画に対して放送局に送ったり、ネットの記事として掲載してもいいのかと連絡をしてくださる方々もいらっしゃるんですけれども、皆さんが判断しているときそう思っているのならば、私は構いません。また、今日のこの動画はですね、日本だけではなくて、韓国語と中国語を含め、全世界の言語の字幕をつけて配信したいと思っています。もちろん、ハングルの字幕はこれから私が作る予定ですが、他の外国語の字幕は私にはできないので、バイトを雇って字幕をつけたいと思っています。できれば私の能力で全部やりたいですが、今の私の YouTube の収益ではちょっと難しいのが現実ですね。外国語の字幕に支援が可能な方々は支援をお願いしたいと思っています。もし支援ができない方々は、ただ私の動画を見てくださるだけでも私には力になります。これからも正しい情報を配信するため頑張ります。はい。今日もご視聴本当にありがとうございました。今日の動画が良かったら高評価とチャンネル登録を、そしてこのベルを押してアラーム設定までしてくださったら、私が動画をアップロードするたびに皆さんに通知が行くので、このアラーム設定ボタンもぜひよろしくお願いします。また、メンバーシップは私には励みになりますので、メンバーシップ加入もお待ちしております。はい。では次回の動画もよろしくお願いいたします。あーぴょん。本当にこの福島に来て幸せな記憶だけです。私の動画を見た皆さんもこの幸せな気分が伝わったらいいなと思います。皆さんのおかげで私は本当に幸せです。福島来ただべまた来るね。